エブリワン、ようこそ。山岸豊です。今日はこちらのアストンマーティンバンキッシュを紹介したいと思います。My baby dances with the devil. I wanna know what's on his mind. Shaky hands so sentimental. I sugarcoat between my lies. Inside a small cloud asking why. I'm afraid we're out of time.今日はアストンマーティンバンキッシュ2025年モデルを箱根のワインディングに持ってきました。新しいバンキッシュがね、蘇ってからワクワクしてたんですよね。そして今日念願かなってこうやってステアリングを握ることができました。この新型バンキッシュなんですけれど、伝統の 5.2 リッター V12 エンジンをほぼね全て作り直したと言っていいくらい再設計されて、そしてパワーもね過去の V12 モデルの最高峰といえる835馬力、こちらを6500回転で発揮。そして最大トルクがなんと1000ニュートンメーターというね、とうとう大台に乗ってしまったというこのスペシャルな V12 機とツインターボユニットなんですけども、これだけのね圧倒的なハイパワーを発揮する V12 エンジンをフロントミッドにね搭載すべく、なんとホイールベースをね 80mm も延長したという、本当にね完全にフロントホイールのセンターから後ろの方にエンジンが低く搭載されています。そんなわけで重量バランスも最適化されて、フロントが51のリアが49というね、ちょっと FR にしてはベストバランス、そんな形にセットアップされている1台になります。でアストンマーティンの中では僕が一番好きなモデルが177なんですけれど、その177のいいところをね全部スタイリングにまとったっていうぐらい素晴らしいデザインで、もうほんとかっこいいんですよね。フロントのシャークノーズといい、リアの大型ディフェーザーといい、それがきちっと空力的にも機能するというね素晴らしいデザインになっています。車の細かいディメンションとかはまた東京ストリートを走らせますので、その時に解説したいと思うんですけれど、今日はね箱根のハイスピードなワインディングに持ってきましたから、主にパフォーマンス、そのあたりを重点にインプレッションをしてみたいと思います。今気がついたんですけれど、エキゾーストのバルブを開いたままで走り始めてしまって、ちょっとかなり勇ましいね音が奏でられてたと思うんですけれど、今バルブ閉めたんでとてもコンフォートな室内空間になってます。デフォルトのスタートは GT モードなんですけれども、今日はせっかくねパフォーマンスチェックということでスポーツモードで変更して、はい、今スポーツモードに変更しました。スポーツモードに変更するとエキゾーストバルブが開いて、そして DTX ダンパーもストロークがショートストロークに変わるというね、
当然ダンピングレートも上がりますから、路面の凹凸、それからうねりなんかもね、ドライバーが体感しやすい、そのぐらいのレートまで引き上げられました。じゃあちょっと軽くね、タイヤを温めながらペースアップしてみたいと思います。今日のね、気温は 18.5 度で、まあまあこういったねワインディングを攻めるには最適な気温で、車にもねそこまでハードじゃないと思いますので、この V12 がね進化を発揮できる、そんなステージだと思います。発速オートマチックギアボックスのモードをねマニュアルモードに変更して、それではちょっとペースアップしてみましょう。回の、センチでいうと2センチも開けないぐらいで、凄まじいトルクの山で車がねガンガン加速してきますね。パドルシフトのシフトアップ速度もスポーツモードだととっても素早くシフトアップしてきます。今ねちょっとギャップで跳ねたんですけど、足回りはねそれなりに締め固めてあるだけでなく、このボンドアルミシャシーのねボディ剛性の高さがすごく高いことが分かります。これはね全く車が見知りとも言わない。そしてね専用開発のピレリ P0 タイヤのハイグリップのコーナーリング G がかかっても全くよれない。そして足がね正確に動いてくるドライバーにしっかりと伝わりますね。フロントとリアのクロスメンバー、シャシーもねサスペンションとアッパーアーム、フロントもリアもしっかりとサポートされ、そしてボディ仮面もねフロントとリアクロスメンバー装着されたということで、上がってよりねロールしない、そういう方向にセットアップされているので、コーナーでほぼほぼロールを感じないですね。でステアリングの応答性もクイックなんですけれど、決してね機敏ではなくしっかりとドライバーの多角の通りに曲がってってくれますね。もちろんねアンダーステアは全くないです。ただそれで敏感かっていうとねそうでもなくて、それなりにしっかりとねラインをトレースしやすい、その重性がとても高いと言えるステアリングフィーリングですね。やはりロングホイールベースになったことによる恩恵だと思うんですけれども、コーナーリングのね安定度がとっても高いですね。これならねハイスピードコーナーも
怖くないですね。今ねブリッジのギャップ少し跳ねましたけど、車は全く微動だにしない、そんな感じですね。この6アクセス用ディテンション DTX ダンパーがもうね完全にこの子に徹してくれて、絶対的なね安定感、そして安心感をドライバーに与えてくれます。こうでないとねワインディングをそれなりのハイペースで走るっていうのはもう手に汗握っちゃう、そんなシーンだと思うんですけど、今のねこの状態だともちろんねトラクションコントロールしっかりと仕事してくれますから、さすがにね835馬力トラコンなしで走る勇気は僕には当然ないんで、もちろんねサーキットに持ってったらそれはまた違った領域を垣間見れるんでしょうけど、こちらのバンキッシュはねスーパー GT カーと言ってますけれども、グランドツーリングカーですから快適にね長距離を走れた上にとびきりのねパフォーマンスも堪能できるっていうね、ある意味矛盾した二面性を叶えてくれる、そんなねスーパーカーなんですよね。で伝統のねアストンマーティンらしい台形のフロントグリル、そしてショートデッキの FR スタイル、このスタイリングからはちょっと想像できないんですけれど、なんとボディがねフルカーボン製なんですよね。もうとっても贅沢な1台に仕上がってますよね。いやー結構ね距離がそこそこあるワインディングなんですけれど、もうあっという間にね下ってきちゃったんで、今 U ターンしてこれからね少し上りのハンドリングを試してみたいと思います。いやそれにしても3500回転ぐらいからのこの勇ましいエキゾーノースと車内にバンバン入ってくるんですね。ですから外で聞いたらもっとね素晴らしいサウンドが奏でられてると思うんですけれども、やっぱりね12気筒モデルはいいですね。高回転域のねサウンドも最高ですね。フロントに410、リアに360系のカーボンセラミックディスクがね標準装備なんですけれど、このストッピングパワーも素晴らしいし、コントロール性も素晴らしいですね。でフロントが27535、リアが32530の21インチタイヤを履いてるんですけど、このタイヤはバンキッシュ専用に開発されたそんなね特性を持っているそうで、やっぱりアストンマーティンはバンテージも DB12 もそしてこのバンキッシュも全て専用設計なんですね。この辺りのねメーカーのこだわり素晴らしいです。もちろんそれがね性能にもね踏襲されてますから、今ねしっかりとギアのトラクションの抜けをね
なんとねブレーキを使ってスリップコントロールもねされてるそうで、これがね最新の今技術みたいなんですね。今ね本当リア滑っちゃうって思ったらしっかりとね引き戻してくれて、この辺りのねマナーの良さはねさすがですね。全くコーナーでね破綻するそんな気配がないんですよね。もちろんねこれだけのパワーなんで簡単にギアブレイクしちゃいそうなんですけど、それをねしっかりとトラクションコントロールとこのブレーキがアシストしてくれてるんですよね。この息つく暇もなくシフトアップしてくれるこのミッションも素晴らしいですね。わお。コーナーリングのね限界がどこにあるのか全然わからないぐらいすごい横落ちが感じられちゃいますね。オーバーステアも出ないし、すごい次元高いですよね。それでは今度スポーツプラス、最強モード、これでダンピングレートも最強になって、エンジンマネージメントもねフルパワー出るでしょうから、さあどんな感じで走ってくれるのか。エキゾーストもねバルブさらに開いた感じがしますね。全然エンジンサウンド、ワオ、これさらに V12 のサウンドが快音に変わりましたね。おお、やっぱりね1000ニュートンメーターのこのトルクはシートのね背中にがっつりとダンピングレートもね上げたおかげでコーナーのしっかり感が本当にさらに高くなって、もっと安定感がありましたね。逆にね路面が悪いところなんかは少し跳ねちゃうのかなって想像したんですけど、そんな感じでは全然ないですね。ただもちろんねショートストロークになって体にね来る突き上げ感とかはもちろんスポーツモードよりあるんですけれども、でも車は全く跳ねない。この辺りはね DTX スタンパーが黒子に徹してドライバーをねサポートしてくれてる、そんなおお、その後本当に気持ちいい音してますね。
ルクラッチじゃないんですけれども、しっかりとねシフトダウンも回転を合わせてくれて、全くねショックもないし、制御できるんであれば、もうデュアルクラッチは必要ないんじゃないですかね。でこのエレクトリックのパワーステアリングもね、しっかりと手応えが増しましたね。バレンシャルが黒子に徹してね、素晴らしい仕事をしてると思います。おお、結構高い車速でね、コーナー奥まで飛び込んでってもブレーキしっかりと効いてくれますね。素晴らしいな。そうじゃないとね、ワインディングでそれのペースで走るなんて怖くてできないですからね。燃料がね 4850mm で、全幅も 1900mm 以上ある、まあまあ大柄なね、ホイールベースも 2885mm っていうロングホイールベースなんですけど、こうしてねスポーツプラスモードでそれなりのペースで走ってみると、もう一回りぐらい小さい、そんな操縦性ですね。でもコーナーリング中のねこのしっとり感はやっぱりバンテージでは得られない、ね、素晴らしい安定感がありますね。おお、やっぱりちょっとね調子に乗ってアクセル開けるとずるっとリアがブレーク仕掛けましたね。でもしっかりねトラクションコントロールが全く破綻をきたすようなことはないんですね。この新しいバンキッシュにはなんとねターボラグをなくす、そういったね秘密兵器と言ってもいいと思うんですけれど、ブーストランがねゼロっていう、そういったね機構が搭載されているそうで、納得ですよね。もうツインターボユニットなんですけれど、そうやって言われないとね、まるで大排気量の NA ユニットをドライブしてるがごとく、スロットルレスポンスがねとっても良かったんですね。なるほどっていう。さあ次は上りもう一発行きましょうか。いやー、下りよりもね上りの方がもちろんアクセル踏んでいけるんですけど、ちょっとねプッシュアンダー気になりますね。パワーありすぎって感じですね。多少路面の荒れているところも難なくしっかりとね制御してくれて、何よりねストッピングパワーが本当に強力で、しかもねこのカーボンセラミックブレーキはなんと800度までねフェードしないっていう、まあちょっとレーシングスペックですよね。そんな大容量のね熱も関与してくれるという、スロットルレスポンスが素晴らしアストンマーティンのフラッグシップの走りですよね。
素晴らしいなバンキッシュ。思わずね無言になっちゃいますね。本当に速い。しかもね加速が暴力的って言ってもいやー久々すごいスーパーカー運転させていただきました。でもね実はねこんなスーパーカーな一面も持ちながらねグランドツーリングカーとしても世界ナンバーワンと言っていいラグジュアリーさとそんなね性格もありますので、そちらはねちょっと東京ストリートでやっていきたいと思います。いやーすごい。この新型 5.2 リッターの V12 ツインターボユニットですけど、スペックがね835馬力の1000ニュートンメーターっていうね、この数字を見たときにちょっとアクセル全開無理なんじゃないって思ってたんですけれど、いやいやいや、最初ね走り始めはこのトルクの山の大きさでちょっとびっくりしてね、加速に徐々にしかアクセルを開けられなかったんですけれども、やっぱり人間ってねすごいなと思うんですけど、慣れてくるとねその凄まじい加速でもアクセルフラットアウトまで開けられちゃったんですよね。ただねそれはもうこの DTX ダンパーがしっかりとね黒子に徹してドライバーをアシストしてくれてるからなんで、これはちょっとトラクションコントロールはねオフは全く試す気にならないですね。もうそのぐらい強大なパワーで、しかもリアのね2本だけのタイヤでそれを制御するっていうのはちょっとデンジャラスすぎますね。そんなことであっという間にねそこそこ長いワインディングなんですけど走り終えてしまったっていう。今までこんなにこの道がね短く感じたのはなかったんで、新型バンキッシュすごいパフォーマンスだっていうことがよく分かりました。Thank you for watching! 今日も最後まで見ていただいてありがとうございました。また次回もお楽しみに。